dedicated game channel by Coconetta. みんな、お元気？さて、今回のコテネタチャンネル、始まりの話題は、前回のマザーシップチャージでそれなりの結果を見せたシュレッダー。そういえば、ダメージテストグラフでの確認はまだだったってことに気づいてね。それじゃあってことで、距離別のダメージ低減を確認しました。なるほどね。古いタイプの設定だからなのか、165メートルまでは全くダメージ減らないね。265メートルとなると、急激にばらつきが出てきて 60% 程度まで威力が下がるみたい。465メートルとなるとほぼ当たらないね。そういうことで、このシュレッダーの有効な射程距離って200メートル以下ってことを確認しました。それじゃダメージグラフを見てみましょう。ってところで、重大な事実が発覚しました。ダメージ確認までは良かったけど、そう、マグネターの存在をすっかり忘れててね。あれ？マグネターって距離による集団率ってなかったよね。あれ？シュレッダーよりも瞬間ダメージでかなり威力高いね。ってことで、マグネターの射程距離600メートル切りに近いとこでラップダメージを確認したところ、やはりダメージグラフとの違いはなかったので、急遽マグネターダゴンに変更します。そこで、バトル仕様としては、トリックスタート、ラスト効果を得るテーマーは必ず装備するつもりで、ただ2スロット必要なのか？そんな疑問あって、1スロットと2スロットでのラスト効果の累積と上限30の継続時間、そして低減の状況を確認すると、上限から下がり出すラップタイムは2秒。これってリロードタイムとも重なるねーってことで、テーマーは一つ装備で十分なラスト効果得られるってことも確認できたので、シュレッダーとマグネター、それぞれ4スロットのダメージ比較をやってみます。ダメージ比較はマグネターの結果の後として、まずシュレッダーのダメージ以外では、トリックスタート、テーマートの連射とリロードタイムがシンクロしてるので、バトルでは 2.5 秒の打ち切りで展開できるね。ここは展開次第だけど、使いやすいとこかな。次に、マザーシップチャージは打ち切りで 32% だけど、キル取ると 67% まで跳ね上がってる。ここがプラスアルファの要素になるね。それじゃ、ダメージ比較の確認だけど、今後はラップタイムを詳細に確認する場合、ご覧の通り3、5、7、10、15の5つでカウントします。これでより特徴が確認できるって思ってね。結果はシュレッダーの瞬間的なダメージはタイミングによって有利に働くけど、5秒、7秒の通り、あともう少しって時に使えるのはマグネターって感じだね。とはいえ、その差ってあんまり感じられなくって、この後のバトルを見ていただいても、ほぼ同じダメージの感覚です。そうなると、600メートル射程がトリックスタート、テーマーに合ってる点、そして距離低減がない、その点でマグネターが使いやすい。そうなると思います。まあ、瞬間的なショットのシュレッダーは、感覚的にはかなりお気に入りなんだけどね。それじゃ、すでに始まってるマグネターダゴン。ごめんなさい。今の装備ってテーマーを2スロット装備してます。実はこのクリップは月曜日にアップしようと準備してました。そう、ギブアウェイに合わせて。それが先週には公表されず。ってことで、それで何気にバトルやってると、サムネの通りの結果となり、
こりゃもう二度とないことだろうから記念にアップしようって、そういうことで編集やり直しとなりました。まあ自慢的なクリップじゃなくて記念クリップね。とはいえ検証確認とは少しずれてしまうけど、このコンビネーションでバトル20回くらいの戦果としてはラゴン1体だけの結果で平均4キル以上は獲得してるね。これはかなりおすすめです。もちろんテイマーを5スロットの方がより威力高いけどね。コストパフォーマンスというか、せっかくマグネター持ってるならいいかもね。結構連射時間のズレがキルにつながってる。これも事実かな。それではナレーションはここまで。この後はマグネターダゴンの連射のズレやその威力をご確認いただければ。そしてこのバトルの次には参考としてシュレッダーダゴンのバトルも引き続き。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。Beyond Godlike. Living Legend. Living Legend. Living Legend.